ローウォーズファンの皆様、おはようございます。視聴者様の中には、ヒーローウォーズの遊戯をしている際に、いくつかの困難というか、大変だなぁと感じる要素が存在することに、気がついていると思います。思い当たる問題点としては、遊戯時間の確保、ではないでしょうか？遊戯時間の確保といっても、日々のルーティンワークである、タワー、タイタンダンジョン、タイタントーナメント、などの消化は、大きな時間の幅の中で、自分に都合の良い時間帯を見つけて遊戯するので、これは、困難ではありません。どちらかというと、それらは、楽しい時間ですからね。アドベンチャーの消化に関しても、多少は他のギルドメイトと時間の調整が必要になりますが、この場合でも、バフの解除を待つ必要性が少ないマップを選択すれば、ご自身のペースで、遊戯が可能だと思います。話の本題に入るよう。一般メンバーで遊戯をされている人から見ると、ギルドマスターこそが、最も大変な役割分担と思われているかもしれません。カーク信者も日本人ですから、幼少期からの経験で、リーダー的な立場に就任することに、多少の抵抗を感じていました。そういった感情が芽生えた時期は、小学校の学級委員長や、中学校の生徒会長を頑張っている同級生を見た時からだと記憶しています。視聴者様は、カーク信者がギルドマスターとして、ギルドチャットで四六時中、何かを発言していると勘違いされているかもしれませんが、実際のカーク信者は、1日に1回発言する程度なのです。ヒーローウォーズのプレイヤーの中には、それこそ、ギルドチャットに入り浸りという人もいるでしょうが、カーク信者は、そのようなタイプの人間ではありません。動画制作の都合上、ログインしている時間は豊富でも、常に、ヒーローウォーズの遊戯をしているわけではないのです。さて、話が脇道にそれたので元に戻しますが、カーク信者が考える、このゲームにおける最も大変な役割とは、ギルド戦の攻撃目標の設定だと思います。ギルド戦の作戦指示の仕事は、ギルドメイトのログイン時間などを考慮する必要があり、その配慮を怠った攻撃目標を設定してしまうと、ギルドチャットにて、もう寝たいから、早くなんとか要塞までのルートを確保してくれよ、というような状況になってしまいます。逆に、ハイパワーなタイタンを所持していて、橋の攻撃を常日頃から担当しているプレイヤーにとっては、その人が橋を陥落させないことには、後続の攻撃が全く進行しないので、それはそれで、大きな負荷となります。つまり、ギルド戦こそが、このゲームの最大の楽しみでありつつも、時間的、労力的に、最も負荷の多い要素だと言えると思います。ギルド戦の作戦指揮官を、誰が担当するべきかについて考えるよう。ぶっちゃけた話をすると、リーグ昇格が視野に入った時期以外は、適当に攻撃をすればよいと、カーク信者は考えています。このゲームの場合、日々の攻撃で、満点のスコアを取れる状態にならない限り、基本的には、リーグ昇格は無理な仕様になっています。リーグ昇格を経験されたことがある人はお分かりだと思いますが、リーグ昇格が可能な状態になると、1週間のギルド戦は、5戦5勝が当たり前といった状態になり、関心事はいかにしてパーフェクトスコアを獲得するかということに焦点が移るのです。なぜならば、リーグ昇格をするためには、在籍しているリーグ内で1位になる必要があり、1位になるには、格下ギルドとの対戦で、満点を取って当然といった状況になります。こういった状況下だと、このギルドメイトが、もう少し強かったらなぁ、ということを、作戦立案者は、誰しもが感じているはずです。ただ、その思いを、ギルドメイトに直接伝えてしまうと、ギルド内の雰囲気は、かなり重苦しくなってしまうので注意が必要です。これは、カーク信者のギルド、グラビティだけなのかもしれませんが、私のギルドの最大の特徴といえば、過去に一度も、他人のチーム編成に口を挟んだ人が存在しないことです。良くも悪くも、無関心、
と言ってしまえばそれまでですが、どちらかというと、ギルドメイトの全員が、他人のチーム編成に口を挟む行為を、慎んでいる傾向があると感じています。もしくは、過去に、ギルド戦の攻撃目標を設定した経験のある人が少なくて、たまたまその人が、他人のチーム編成に口を出さなかっただけかもしれませんが、ギルドグラビティでは、人から聞かれない限り他人のチーム編成にアドバイスをすることは稀です。個人間のチャットを利用して、そういった会話をしている人がいるかもしれませんが、少なくとも、ギルドチャットでは、そういった会話を見たことは一切ないのです。ギルドの作戦指示に要する時間について、話をするよ。カーク信者の場合だと、夕方頃の時間帯に寝落ちしていることがあり、ギルド戦の攻撃目標を設定する作業を担当するのは、週に数回程度です。そして、作戦立案に要する時間は、どんなに長くても15分程度になっています。ざっくりと自分で考えた攻撃目標を設定した後は、攻撃失敗の都度、ギルドメイトの誰かが、攻撃目標の修正をするようになっています。当然ですが、全員が他人任せの日もあるので、拠点を中途半端に攻撃した状態で、低スコアに終わってしまう日もありますが、それはそれで仕方がないことだと割り切っています。あはは。話を要約するよ。ギルドには、30名の仲間がいて、考え方が似通っている人もいれば、大きな隔たりが存在する人も在籍しています。グラビティに在籍している、サーバー11でトップクラスのピロシキさんの言葉を拝借して、今日の動画を締めくくるとすれば、プレイスタイルが違うので、意見が違っても当然でしょう、ということですね。このゲームは、本当に奥が深いと思います。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、ギルド戦の作戦立案で、いつも苦労されている人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。